堀江門がフジテレビの株買って株主総会でらしいけどどうもフジテレビとさんちゃうの？いや別に普通に想定通りの質問に想定通りの回答をするだけで特に何も起きないんじゃないかなと思います。皆さんご存知ないと思うんですけど、株主総会って普通に頭のおかしい人いっぱいいるんですよ。講演会とかそれなりに価値のある人が喋ります。会場から質問くださいみたいな時に自分の感想を言いたいがためにマイクに行く人たちっているんですよ。それと同じで株主総会も自分の意見を言いたくて言っているおじいちゃんっていうのが結構いるんですよ。おばあちゃんもたまにいると思うんだけど、自分の意見を大勢の前で言いたがるおじいちゃんっているので、株主総会って全然わけのわかんないどうでもいいことを喋る人っているんですよ。そういう人と対処というのは慣れてるので、そのタイプの人ねっていう感じだと思います。さっき溝口さんがひろゆき×ホリエモンの対戦煽ってますが、堀江門が過剰反応してるの本当なかったりして。いや、何なんだろうね。なんで堀江さんって僕に絡もうとするのかわからないんですよね。絡んできたから返事を書いたら、同じレベルで喧嘩をしているという風に見られちゃうじゃないですか。僕、堀江さんと争う気ないんですよ。僕は堀江さん好きです。面白いと思って見ています。別に争う気はないんだけど、堀江さんがひろゆき嫌い、ひろゆきムカつき、ひろゆき殴りたいみたいになっててなんで抱きしめて、結局こういうことなのかなと思うんだよね。ネット上でひろゆきやっちゃってくださいよみたいなのをね、真に受けてなってるだけで、多分ね、どっかで出会ってギューって抱いてあげたら、多分ね、堀江さんはね、幸せな笑顔を浮かべるんじゃないかと僕は思ってるんですけど。いやー、だからね、堀江さんがね、今ちょっとね、人生が思い通りになっていないのは僕のせいではないんですよ。堀江さんが選んでしまった選択肢の結果なんですよ。例えば、堀江新党ってあったじゃないですか。N 国党の立花さんが出てきて、堀江さんに黙認してもらって政党を作ってますみたいなので、結局N 国党の立花さんと絡んでるというのが社会の中で見えている状況で、ガーシーさん逮捕されましたよねとか、東京都でもポスター貼りまくりですげえお金使ったよねとか、で、今回でも竹内議員が自殺したことに関して、警察が明日逮捕される予定でしたっていうデマを流したりとか、やっぱりそういうやばい人とだよねというのが社会的な認知になっているんですよ。もちろんそうじゃないんだと思う気持ちがあるのは置いときましょう。本人がどういう人かというより、社会の中で N 国党と N 国党立花氏がどういう評価なのかという話で、その人と絡んでて一緒に政党を作ってるよねというふうに見えてしまう客観的証拠があるんですよ。ってなると、やっぱりまともな会社は堀江さんと関わろうとしないですよね。日本の企業って政治とは距離を置くというのを基本的にやろうとするんですよ。自民党を除く。経団連として自民党に寄付をするないんですけど、やっぱりうちの会社、立憲民主党に毎年毎年ずっと寄付してるんですよとか、うちの会社、共産党に毎年毎年ずっと寄付してるんですよとなると、あれこの会社どうなのっていうふうに思ってしまう人がいるんですよ。これ文化的なもので、共産党に寄付するのも、立憲民主党に寄付するのも、別に僕はいい悪いは今言ってません。ただ、サイバーエージェントですけど、毎年毎年参政党に1億円寄付してますってなったら、サイバーエージェントどうしちゃったのってなるじゃないですか。なので、自民党以外に寄付をしてしまうと、社会的なレッテルが貼られる社会なんですよ。要はこういうカテゴリーの会社なのね。で、そこのカテゴリーに堀江さんは自ら入ってしまったんですよ。なので、基本的に自民党以外で、うちの会社はこの政党に寄付してますって言ってないと思うんだよね。これはね、文化の問題なんです。アメリカであれば、じゃあトランプ大統領支持してますっていう会社もあるし、経営者もいるし、バイデンさん寄付してます、民主党寄付してます、共和党寄付してます、全然いるのよ。でも日本はそういう社会なんです。堀江もそこまで考えてない。これなのよ。これ正解だと思う、多分。フジテレビがなぜ買収できなかったとか、金で何でも買えるって言った堀江さんがなぜ反発をされたのかっていう、日本社会の人たちが物事をどう捉えているかというのと、堀江さんが自分で正しいと思うことというののズレというのが昔からあるんですよ。基本的には金で何でも買えると主張するということも、僕は一律の理はあると思うんですよ。金持ちと結婚するタレントっているじゃないですか。
それやっぱ金で買えるんじゃないの？タレントの人生もっていうのは一義的にはいるんですよ。もちろん金を稼げる男性がかっこいいと思ってるから私は結婚しましたって言うんだけど、でもやっぱり金持ちと結婚してる女子アナとか芸能人を見ると、あ、やっぱ金で買えるのねっていう風に見えるじゃないですか。なので金で何でも買えるというのはある程度真理であるというふうに思われてしまうとしても、でもそれを口に出してしまうと敵を作るんですよ。っていうところの日本の文化の問題なんだと思うんですよね。これはフジテレビを再買収するくらいのプライドを持ってほしいです。無理です。結局多分堀江さんがやろうとしてももうやらせてくれないですね。未確認情報なんですけど、僕が知る限り堀江さんが関わった会社を上場させないというふうに東証は判断しているらしいです。堀江さんがある程度株主の会社が本来であればマザーズ上場企業を超えているよね、1億円の利益あるよねという状態でも、堀江さんが株主であるという会社を上場させるのはいかがなものかという判断が働いて上場できないというのが起こっているらしいです。というのが日本社会なんですよ。なんでって言われても、ライブドアでやらかしたから、やらかした人に上場企業を渡したくないよねっていうのがあると思うんですよね。なので結果としてフジテレビを買うみたいなことがやろうとすると、やっぱり上場企業にしてある程度お金を集めてっていうのをやらなきゃいけないんですけど、銀行もやっぱ上場企業だったらお金貸すんですけど、やっぱ私企業だったらお金貸さないよねっていうのがあったりして、基本的にはその堀江さんが大きなお金を貸すというのを日本社会はできないようにしているっていうところが日本の構造だなと思うので、なのでやっぱり僕は堀江さんは結構かわいそうな状況なんじゃないかなと思うんですけど、とはいえ日本はそういう国ですよっていうね。日本がこれから衰退一直線なのは分かりますが、挽回のチャンスを潰して完全に遠野でも刺したと思うタイミングがいつでしょうか。個人的には派遣法改正で派遣社員を急増させたことかなと思いますが、これ以外にありますか？あんまり僕のこの話に乗る人が少ないんですけど、堀江門こと堀江貴文さんが逮捕されて、で刑務所に行って、でもいまだに堀江さんが悪かったよねって思ってる人が多数派なんですよね。じゃあ堀江さんがやった悪いことって何ですかっていうと、みんなちゃんと答えられないんですよ。よくわからんみたいな。株価のなんかの操作とかしたの？インサイダー取引なの？みたいな。実はライブダーの堀江さんが何をやって刑務所に行ったかもわかんないけど、でもよくわかんないけど堀江が悪かったんでしょっていうことになっちゃってるんですよ。上場企業って決算書類作った後に監査法人っていう監査の専門にやってる資格を持ってる人たちが集まった会社があって、でそこが会社の状況を見て、あ、これはじゃあ決算書として提出していいですよってお墨付きをくれるんですよ。で監査法人がお墨付きをくれた決算を提出したら堀江さんは逮捕されたんですよ。で監査法人の人たちはお咎めなしなんですよ。監査法人の人が OK って言ったら会計の専門家なんですよ。でもそれが OK って言ったらもう会社の経営者が分かるわけないじゃないですか。経営者が会計の専門家なわけないし、会計の専門家が大丈夫って言ったらそれは大丈夫だと思うでしょっていうのがあって、結局それで刑務所に入っちゃったんですけど、それがいやいやその仕組みおかしいでしょって思う人があんまりなくて、その後じゃあ粉飾やった会社ってオリンパスだったりとかいろんな会社があるんですけど、金棒だったりとか、でもあそこも全然逮捕されてないんですよね。トップが逮捕されたのってそういう意味で堀江さんぐらいなんですよね、上場企業で。なので有名になってあいつはきっと悪いことをしてるだろうって思い込んでるっていう状態で逮捕されちゃったので、若手が頑張ってしまうと狙われて逮捕されてしまうんですよっていうのがあって、若手で俺頑張ってますっていうのを今言ってる人ってほとんどいないと思うんですよね。やっぱビビっちゃってると思うんですよ。アメリカだとイーロン・マスクさんみたいなやらかしまくって揉めまくって、でも優秀だよねっていう人がでっかい企業を作って時価総額を大きくしてたりするんですけど、テスラっていう自動車作ったりとか宇宙飛行船を作ったりとかしてるんですけどっていうのがあったりするので、若い人たちがきちんと頑張るっていうのをできなくしたっていうのは僕は堀江さんがきっかけだと思ってて、若手が IT 企業でブイブイ言わせるっていうのもやりたがらない国にしました、堀江さん。ただ日本の場合って金持ちが何か損をするというのは貧乏人の僕らとしてはすっきりするから別にいいんじゃねって考える人が多数派なんですよね。別になんか堀江貴文という人が刑務所に入っても別に俺困んないし、あいつが金持ちになってブイブイ言わせてるの見るよりはあいつが刑務所に行ってる方がすっきりするから、堀江貴文が刑務所に入るのは正しいっていうのを頭の悪い人が言うのはしょうがないんですけど、官僚レベルの人でも言ったりするんですよね。日本の官僚って給料低いのもあって、なので経済産業省の官僚の人で経済を回さなきゃいけない人とかでも法律上は堀江貴文さんは問題ないけど逮捕して刑務所に入れたのは正しかったよねみたいなことを言っちゃったりする人とかいたりするんですよ。
そういうのが頭いいと呼ばれる官僚の人たちでもそういうことを考えてたりするので、まあしょうがないよねっていうのがあるので、日本からはその大きい優秀な企業が出たりとか外国人が助けに来たりっていうのはまあないんじゃないかなと思います。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。